皆様こんにちは、カズマサのチャンネルへようこそ。こんにちは。いきなりだが、日本の高額療養費制度に関するニュースは見たかい？見たわ。日本も随分前から医療制度を考えることが増えたよね。ついに高額療養費が話題になったよ。高額療養費制度自体がテーマになるのは良いことだと思うんだ。誰でもお世話になる可能性がある制度だしね。でも、このチャンネルとしては、懸念していたことが起こってしまったよ。どういうこと？今回の議論の背景には、医療費全体の高騰があった。その負担の公平性を考える中で出てきた。そうだよね。このチャンネルでは、過去に何度も所得格差以上に資産格差が大きいという話をしてきた。しかも資産格差は拡大している。格差問題の核心は所得格差ではなく資産格差だ。ところが結局、所得の区分で解決しようとしてしまう。現役世代のがん患者さんが、インタビューを受けていたよ。それも子育て世帯。そりゃ、そんなところをターゲットにすれば、高額療養費の見直しは非人道的、となるに決まっている。今回は完全に叩かれた。資産格差のことは、みんな知ってるんだよね。厚生労働省も健康保険組合連合会も、資産に格差があることは知っている。医療費負担の公平性を考えるとき、話題には出しているんだ。どうして、資産格差に踏み込めないの？ざっくり言えば理由は2つある。まず、資産の価値は常に変動するし正確に把握するのが難しいという話。次に、どこの国でも資産の国外逃避が恐ろしいという話だ。ああ、いつものパターンだね。資産格差を捕まえるのは難しい。そこで右往左往しているうちに、所得の差で公平性を考える方向に進んでいく。結局、話が資産じゃなくて所得の話になってしまうのね。そうすると、少しでも所得の多いところに負担してもらおうって話になるよ。中間層の所得を細かく分けて、負担を増やすという発想自体、実質賃金が下がっている状況で反発されることは分かっていたはずだ。このチャンネルで何度も言ってるが、中間層は結局人数並みの所得しかもらっていない。そこの所得で問題を解決しようとすると、貧困層にポロポロ落ちていく。結局、高額療養費を議論すること自体が叩かれてしまった感じがするよ。改めて、日本の資産格差について教えて。わかった。日本の資産格差について最新情報をいくつか書いてみよう。一番新しいところで、UBS のグローバルウェルスレポート2025というのがある。日本が世界に占める個人資産のシェアは約 4.5% だ。これは米国の 35%、中国の 20% に次ぐ規模だ。日本は3番目に個人資産をたくさん持っているね。ミリオネアつまり100万ドル以上の資産保有者も、日本には約273万人いると報告されている。これは世界で4番目の数だ。いわゆる富裕層準富裕層も日本に大勢いるね。次に日本の資料を見よう。金融広報中央委員会の家計の金融行動に関する世論調査2023を取り上げさせてもらう。金融資産の集中度が読み取れる。今、どうなっているの？上位 10% の世帯が、全金融資産の約 49.7% を保有している。1割の世帯で金融資産の半分を持っているんだね。逆に下位 50% の世帯が、全金融資産の約 4.1% を分け合っている。50% で 4% を分け合っているんだね。全く金融資産を持たない人も多いよ。これはあくまで金融資産の話だ。ここに不動産等の実物資産を加えて総資産で考えると、さらに資産格差は広がる。両方の資産を持っていることの方が多いものね。日本でも資産格差は明らかだよ。年齢による格差もよく注目される。内閣府発表のレポートにも、日本の家計金融資産については、60代以上の保有比率が6割を超えているとはっきり書いてある。貧困に苦しむ高齢世帯がある一方で、日本の資産保有者の多くもまた高齢世帯という現実がある。所得はほとんどなくても、資産を持ってる人々はいるからね。でも今回の改革案はちょっとでも所得の多い人から取ろうってなっちゃった。ところで世界的に見ても資産格差は広がっているのでしょう？広がっている上に固定化している。中間層の人々が資産運用に成功することもあるだろう。しかし構造的に運用リスクは資産額に連動する。そこで結果的に大きな資産を持つ者の資産シェアは上がり続ける。結局、中間層はどう頑張っても豊かになれる人が限られるね。そこに医療費全体の高騰が来てしまった。日本の健康保険改革の話はこれからも続くよ。しかし、お金イコール所得ではまた失敗する。所得と資産、両方から改革をしないと、また差し戻しになる。今回は一旦考え直すことになったけど、繰り返し考えることになるね。ところで、このチャンネルはまた海外の状況を調べに行くの？そうなんだ。少しスイスの医療保険制度を見てみたい。スイスの医療保険？
日本が真似しようという話ではないんだ。ただ、医療の質とサービスのレベルが非常に高いところが日本に似ている。どんなシステムなの？まず日本と違って、公的な医療保険は存在しない。代わりに、全国民が民間の医療保険会社が提供する基礎保険に加入する。ここが国民の義務になっている。なるほど。そこは日本と随分違うね。民間の医療保険に入ることが義務なのね。ただ、政府は、すべての保険会社が提供しなければならない基礎保険パッケージの内容を法律で定めている。これで、日本と同様に国民皆保険を担保する。一方、保険会社は、年齢や健康状態で加入を拒否したり、保険料を変えたりすることができないんだ。なるほど。民間だけどかなりルールを厳しくして、全国民の医療を保障するのね。もちろん医療自体の質とサービスが良いということは、国民の負担も軽くはない。もし、基礎保険の保険料が払えない場合はどうなるの？急に働けなくなることだってあるでしょう？そう。そこが今回のテーマなんだ。医療のセーフティネットとして、保険料が払えない人は公的な保険料補助を受けられる。なるほど。そこで公的な支出が登場するのね。ここに資産が関係する。どういうこと？テーマは保険料が全額払えない人とはどんな人かなんだ。単に所得が少ないだけでは、資産家にも政府が補助金を出すことになる。なるほど。そこで資産格差を医療費負担に入れるのね。低所得かつ低資産な人だけ、国が保険料のセーフティネットを広げる。こうすることで、資産家の医療費に公金を投入しないようにしている。でもさ、民間の保険会社に払う保険料は、資産とリンクしないのね。そうなんだ。資産が多いと保険料が強制的に大幅アップするようなシステムは存在しない。しかし、医療保険の補助を中央や地方の政府に頼む場合、資産額がチェックされる仕組みだ。なるほど、そこに公平性のルールを適用しているのね。せっかくなので、他のヨーロッパの国々の医療保険も見てみるぜ。ドイツへ行こう。どうしてドイツなの？日本国民は税金とは別に、社会保険料を納めている。この社会保険方式はドイツの制度を参考にしたものなんだ。なるほど。前からどうして税金と保険料を分けているのか気になってたけど、ドイツの方式を参考にしたのね。企業に勤めている場合、労使折半にするのもドイツの制度だ。日本と全部同じなの？いや、完全に違うところがある。それが家庭医の存在だよ。聞いたことがあるよ。一旦、家庭医に相談してから専門医を紹介してもらうんだよね。日本で実施されている病院へのフリーアクセスは国民の満足度が高くなる。ところが、一度家庭医というゲートキーパーを通した方が、医療費全体を抑えられる可能性がある。なるほど。自分の体をよく知る人を通すことで、過剰な薬や検査を減らすのね。超高齢化社会の日本で、家庭医は大事なテーマになりそうな気がするよ。この話は AI 時代とも関係があるんだ。AI と医療保険制度で、真っ先に言われているのが、薬の処方や検査の回数が、過剰になっていないかをチェックすることなんだ。お医者さんは嫌がるだろうけど、もし薬や検査が過剰だと、医療費は増大していく。そこの確認を AI にやらせるのね。日本は家庭医システムではなく、この AI システムで薬と検査の適正化を図っていくかもね。注目していよう。ねえ、ところで資産格差の話はドイツでどうなの？難しい。資産家は資産家で自分の民間保険を選んでしまっている。これだと、公的な医療保険を資産家に背負ってもらうことは難しい。そうなんだね。やっぱり資産格差と健康保険を直接結びつけるのは、難しいんだね。高齢化時代に健康保険医療保険の話は山ほど出てくるから、これからも注目していよう。あと、億万長者税とか富裕層資産税の話も追いかけてるぜ。そうしましょう。さて、長くなってしまいましたが、本日もご視聴いただきましてありがとうございます。目次とかポイントとか概要欄に書いてありますので、よろしければご利用ください。いつも来てくれる人、ありがとう。それではまた。